はい、こんにちは。純正マフラーの加工と、アリエクで買ったマフラーカッターを取り付けていこうと思います。ジョン・クーパーワークスと書いてあるマフラーカッターなんですけど、OEM なのか、コピー品なのか、その辺はわからないんですけど、2個で7000円でした。中国からの発送でしたので、2週間ぐらいかかりました。詳細は概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はチェックしてみてください。加工用の純正マフラーを1本用意しました。リアピースのみです。それでは取り付けていこうと思います。サイレンサーの上側を切断します。真っ黒になっていて分かりにくいですが、中にグラスウールのようなものが巻いてあります。壁があり、もう一室の方も取り除きます。パイプはパンチングメッシュになっています。このグラスウールのようなものを取り出すだけなので、中のパイプは加工しません。かなり詰まっていました。蓋を閉めてビス止めします。ステン用の溶接棒で溶接していきます。溶接しましたが、失敗してしまいました。太鼓の板は薄いので、アーク溶接では難しいですね。仕方ないんで、別の方法で蓋を閉めます。ステンの板厚み 0.5mm で、300、400ですね。それからマフラーパテですね。それとビスですね。ビスはステンの4の12使います。300×300 くらいの正方形の大きさにカットします。ハンガー周りも逃がしのカットをします。パテでくっつけるところは一応足付けしておきます。パーツクリーナーで洗浄します。パテで持っていきます。古くて固まってたので、新しいパテ買ってきました。カットした周りにパテ盛りします。一液のマフラー用パテは開封すると硬化していきます。ですので、なるべく使い切ります。パテを練り込んだら、ステンの板を貼り、ビス打ちします。下穴を開けてビス止めするのですが、板がずれないように対極で四方を止めます。もう一度板の周りを隙間ができないようにパテ盛りします。24時間自然乾燥させてから排気熱をかけ硬化させてくださいって書いてありますので、24時間待ちます。パテを24時間乾燥させたので、マフラーを交換していきます。加工したマフラーに交換したので、マフラーカッターをつけていきます。このマフラーカッターは紐ネジになっているので、六角で締め付けるタイプです。純正のマフラーカッターの上から被せるタイプですね。もう一本。ちょっときついんですよね。
これでしっかりはまりました。バンパーからのこのマフラーカッターの出面はこういう感じですね。ジョン・クーパーワークスのロゴがちょっと出てる感じです。収まりが悪いので、中間パイプ側を10ミリほどカットして短くします。このマフラーカッターは今まで取り付けたカッターの中で一番かっこいいですね。105πの大口径でカーボンが巻かれており、JCW のロゴがおしゃれですね。出面はあまり変わってないように見えるのですが、横から見ると出面がちょうど良くなったと思います。音量を測ってみます。それではちょっと走ってみます。来ました。走ってみて車内でうるさいと感じることはないです。エアクリはノーマルで吸気は変えてない状態ですが、レスポンスや抜けの良さは体感ではあまり感じません。スポーツボタンをオンにして走ってみます。音的にはアクセルをオフにした時にバラバラ音してます。ちょっと走っただけでシスがついてます。純正マフラー加工してみましたけど、あまり音量も音質も変わらなかったです。ご視聴ありがとうございました。